今回はですね、ある内部告発者がリークした世界を根底から揺るがしかねないとんでもない秘密計画について、その中身を具体的に、そして分かりやすく解説していこうと思います。まず最初に皆さんに一つちょっと想像してみてほしいんですけど、もし第三次世界大戦が自然発生的に起こるんじゃなくて誰かの手によってもうすでに計画済みだったとしたら、この物語はまさにそんな衝撃的な可能性を突きつけてくるんです。この計画のヤバさを情報を提供した人物はこんな風に表現してるんですよね。それはもう本当に邪悪でマキアベリ的で、ヒトラーが見たら誇りに思うだろうと。いや、とんでもない表現ですよね。一体どんな計画なんでしょうか。じゃあこんなに信じがたい話、一体どこから出てきたんでしょうか。全ての始まりは組織のど真ん中にいたたった一人の人物の告発からだったんです。この情報源、どういう人物かというとですね、資料によれば長年イギリス軍にいて、辞めた後はロンドンの金融の中心地シティでかなり偉い立場にいたそうなんです。つまり国の裏も世界の金の流れの裏も両方見てきたっていう、そういう人物なんですよね。そしてこのとんでもない情報が明かされた場所、これがまた情報そのものと同じくらい重要なんです。世界の金融を牛耳ってると言ってもいい、ある特別な場所でした。早速見ていきましょうか。シティオブロンドンって聞いてもピンとこない方もいるかもしれませんね。これ単なるロンドンの一つのエリアじゃないんですよ。独自の法律とか警察まで持っていて、言ってみれば金融界の独立国家みたいなもんなんです。世界の富がここに集まってくる、まさに神経中枢ってわけです。彼はいつものビジネス会議のつもりでその部屋のドアを開けたそうなんです。でも中に入った瞬間にすぐに気づいたと。あ、これ俺がいるべき場所じゃないって。とんでもない間違いを犯してしまったとね。じゃあその部屋にいたのは一体誰だったのか。彼が言うにはですね、上級のフリーメイソンとかイギリスを裏から操ってると言われるようなもう超大物たち、政治家、軍のトップ、警察の幹部まで、まさに影の政府の会合みたいな感じだったそうです。で、ここが一番ゾッとするところなんですけど、彼らはこの計画やりますかやりませんかなんて話し合ってたわけじゃないんですよ。そうじゃなくて、どうやって実行するか、そしてなんで遅れてるんだっていう、その進捗について話してたんです。つまりもう決定事項で動き出してる計画だったってことですね。彼がそこで息を殺して聞いているうちにだんだん分かってきたんです。世界を破滅に導くための恐ろしい計画の全貌、そのタイムラインがね。まず最初のステップ、彼が聞いた話だとイスラエルを使ってイランを攻撃させる。でもこれって単なる戦争じゃないんですよ。中東全体を巻き込む、もっと大きな報復合戦の金しにするための計算づくの挑発だったっていうんです。最初の紛争で世界中が大混乱に陥る。その裏で進められる次の段階はもっと立ちが悪いものでした。目に見えない敵、生物兵器による攻撃が計画されていたとされています。その会議でこんな言葉が静かに語られたそうです。ゾッとしますよね。中国が風邪をひくことになる。これから起こるパンデミックを彼らはそんな風にまるで他人事のように話していたと。じゃあ計画の全体像を追ってみましょうか。まず中東で限定的な核戦争を起こす。で、そのパニックに乗じて西側諸国では戒厳令を敷く。その次に世界的なパンデミックを発生させる。そしてこの大混乱のどさくさに紛れて最終的に第三次世界大戦、つまり全面的な核戦争に突入させる。いやはや地域紛争から始まって最終的には世界中を巻き込むカオスに至るっていうとんでもないロードマップですよね。でもここで一番の疑問が湧いてきますよね。なんでって、一体誰が何のためにこんな破壊的な計画を立てる必要があるのか。その動機っていうのがもう僕たちの想像をはるかに超えるものだったんです。会議で話されていた第一の理由、信じられないかもしれませんが、それは世界人口の大幅な削減でした。単純に人が多すぎるから減らす必要があると、彼らは本気でそう考えていたみたいですね。じゃあどれくらい減らすのか。戦争と病気によって彼らが目指した最初のターゲットはなんと 50%。 地球上の人口が半分になるってことですよ。2人に1人がいなくなる計算です。でもその 50% 削減でさえまだ序の口だったんです。情報源によると、これはもっと大きな計画の一部で、最終的な目標は人口を 95% も削減して地球を管理しやすいたった5億人の世界に作り変えることだったと。いやいや、なんでそこまでするのって思いますよね。その理由というのがまた突拍子もないんです。計画者たちは地球の地軸がずれるポールシフトっていうとんでもない自然災害がもうすぐ来ると信じているらしいんですよ。で、この人為的な大混乱はその災害が起きた後に生き残った人たちを完全にコントロールして自分たちの都合のいい社会を再建するための地ならしだっていうんです。そしてこの計画の名前、これが全てを物語っていますよね。アングロサクソンミッション。この名前自体が大災害の後に来る新世界を特定の人種、つまりアングロサクソンが支配して再建するんだっていう、はっきり言って人種差別的な意図を隠そうともしていないわけです。ただですね、こんな壮大で邪悪としか言いようのない計画も
どうやら全部が全部思い通りには進んでいないようなんです。情報源によると、彼らの計画には結構はたみが出てきていると。このスライドすごく興味深いですよね。計画では2008年に対中国の戦争が起こるはずだった。でも起きなかった。2007年には核を使った事件が計画されてたけど、これは勇敢なパイロットたちに阻止されたと報告されてる。豚インフルエンザのパンデミックももっとひどくなるはずだったのに、結局尻つぼみに終わった。何かが、あるいは誰かがこの計画の邪魔をしているのかもしれませんね。そしてここが一番大事なポイントです。なぜこの情報が世に出たのか。その目的はたった一つ。秘密裏に進められる邪悪な計画っていうのは、太陽の光、つまりみんなの目にさらされると力を失うっていう信念です。つまり僕たち自身がこの計画の存在を知ること、それこそが最強の対抗策なんだと。さて、この話を聞いて僕たちはどう考えればいいんでしょうか。これはもう決まってしまった未来の設計図なのか、それともこんな未来にさせないために君たちには防ぐ力があるんだよという一種の警告なのか。その答えは多分この話を知ってしまった僕たち一人一人の中にあるのかもしれないですね。さて今回あなたと一緒に深掘りしていくのはですね、元イギリス軍関係者とされる匿名の人物からもたらされたある内部告発の記録です。いきなりかなりヘビーなテーマですね。そうなんです。2005年、彼がロンドンのシティで、偶然耳にしてしまったという地球全体を巻き込む壮大な計画。その名もアングロサクソンミッション。ほう。情報源はですね、この証言者へのインタビュー内容を解説したある動画プレゼンテーションの書き起こしなんです。これからこの恐ろしい計画の全貌を証言者が聞いたとされる流れに沿って一つ一つ具体的に、そして分かりやすく解き明かしていこうと思います。ただ始める前に一つだけ前提を共有しておきたいんですけど、はい。これから話す内容はあくまで一人の証言者が聞いたと主張している計画だっていうことですよね。もちろんです。なので私たちの役割はその内容を忠実に追いながら、この情報がどういうパーツで組み立てられていて、私たちをどんな結論に導こうとしているのか、そこを冷静に見極めること。事実かどうかを断定するんじゃなくて、この物語の構造を理解することが重要かなと。確かにそうですね。ではまずこの物語の語り手である証言者の人物像から見ていきましょうか。はい。彼はイギリス軍に長年勤めた後退役してからはですね、世界の金融の中心地ロンドンのシティで非常に高い地位にいた人物だとされています。このシティっていうのがまた特別な場所なんですよね。ロンドン市内にありながら独自の法律とか警察組織を持つ、なんていうか独立国家みたいな金融特区で。情報源によれば古くからのフリーメイソン的な伝統が今も根強く残っている場所でもあると。なるほど。そんな場所で2005年の6月のことでした。彼がいつもの経済会議だと思って出席した会合がどうも様子がおかしかったと。ほう。そこにいたのは上級メイソンとされる25人から30人ほど、中には誰もが知るような政治家とか警察、軍のトップクラスの人間も混じっていたそうです。うわ。でも議題とか議事録があるような堅苦しい会議じゃなくて、部屋に集まって雑談してるようなすごくインフォーマルな雰囲気だったらしいんです。そして重要なのが、彼自身は自分はここにいるべき人間じゃないって感じでいた点ですね。そうなんです。何かの手違いで呼ばれてしまったと。ああ、なるほど。だから彼は会話の輪には加わらず、ただ隅の方で彼らが一体何をそんなに楽しそうに話しているのか、耳を澄ませていたと。そこから聞こえてきたのが、これから話す計画の断片だったというわけですね。ここからが本題です。彼らが話していたのは、ゼロから何かを計画するっていうよりは、すでにある計画が今どの段階にあって、どんな問題が起きているかみたいな進捗確認のようなものだったそうです。なるほど。その会話を時系列に沿って再構成していくと、計画の異常な全体像が浮かび上がってくるんです。まずは何からだったんですか？まず彼が最初に耳にしたのが中東情勢についての会話。これが計画の第一段階とされています。中東。そこで問題になっていたのが、イスラエルがイランを攻撃する準備がまだできていないということだったとか、2005年の時点ですでに計画が遅れているぞと懸念を示していたそうなんです。目的は何だったんでしょう？ただ戦争を起こすだけではないですよね。狙いはもっと国交的です。イスラエルにイランを攻撃させることで、イランかあるいはイランを裏で支援する中国に核兵器で報復させることだったと。自分たちの手を汚さずにですか？そう。証言者によれば計画者たちはイランが中国から秘密に核を供与されていると確信していて、どうにかしてイランにそれを使わせたがっていたとされています。なるほど。つまり中東で限定的な核の応酬という既成事実を作り出す。そして世界中がその衝撃的なニュースに釘付けになっている間に停戦に持ち込むと。でも話はそこで終わりませんよね。むしろその停戦期間こそが彼らにとっては非常に重要だったとか。まさにその通りです。世界中のメディアと人々の関心が中東に集中しているその裏でこそ、計画の第2段階が静かにしかし着実に進められるというシナリオなんです。それが西側諸国における国民管理体制の強化。そうです。中東での核戦争の恐怖を利用してテロの脅威から国民を守るっていう大義名分のもとに、戒厳令に近いような非常に強力な管理社会を作り上げると。移動の自由、通信の秘密、集会の自由といった基本的な権利が大幅に制限されるわけですね。
でも人々は恐怖のあまり、むしろ政府による強権的な警備をもっとやってくれと自ら求めるようになるだろうと彼らは読んでいたわけです。うわー、心理的にも巧妙ですね。証言者は当時すでにイギリスで民間の警備員に逮捕権が与えられる法改正が進んでいたことをその具体的な兆候として挙げています。中東での限定的な核戦争で世界の目を引きつけておいて、その裏で西側諸国の管理体制を盤石にする。これが第1、第2段階。はい。そしてその流れで打たれる次の一手が、この計画の最も非人道的で悪意に満ちた部分と言えるかもしれませんね。第3段階ですね。ここからは本当ににわかには信じがたい話になっていきます。はい。世界が中東に注目し、国内が厳しく管理される中で、中国に対して生物兵器が使用されるという計画です。生物兵器、具体的にはどういう？インフルエンザに似たウイルスが中国国内で密にばらまかれると、ただのウイルスじゃないんです。このウイルスには極めて恐ろしい特徴があったと証言されています。それは？それはこのウイルスが遺伝子的に中国人をターゲットとするように設計されているという点です。特定の人種だけを狙うと。そうなんです。証言によると、会議の場で計画者たちは、中国が風邪をひくんだよと言って笑っていたと。本当だとすれば、人の命を何とも思っていない、その冷徹さが際立つエピソードですよね。この生物兵器は当然ながら世界的なパンデミックを引き起こして多くの死者が出ることが想定されている。はい。そしてそのパンデミックによる世界的な混乱と恐怖がすでに西側諸国で敷かれている全体主義的な管理体制をさらに正当化し恒久的なものにする。そういう流れが計画されていたわけですね。そして限定的な核戦争とパンデミックという二重のカタストロフによって世界中が大混乱に陥った後に最終段階が訪れます。それが本当の戦争。つまり第三次世界大戦の勃発であり、その先にあるのが人口削減です。証言者は会議の場で 50% という数字をはっきりと耳にしたと述べています。この一連の出来事を通じて最終的に世界人口の半分を削減すること、それがこの計画の大きな目標の一つだと。 50%。この数字を聞いて情報源のプレゼンターが指摘しているのがアメリカのジョージア州にある謎の石碑ジョージアガイドストーンとの関連性なんです。あそこには人類は5億人を維持すると刻まれていますからね。そうなんです。もしかしたら 50% 削減というのはその最終目標への中間地点なのかもしれません。しかしここで一つの大きな疑問が湧いてきますよね。一体なぜこんなにも複雑で狂気的な計画を実行する必要があるのか。単に世界を支配したいとか人口を減らしたいというだけではちょっと説明がつかない部分がある。証言者も彼らが妙に急いでいる様子だったことが気になったと語っていますし。そうなんです。何か彼らを駆り立てるもっと大きな理由があるんじゃないかと。そしてここから話は一気に SF のような領域に突入していきます。証言者の推測、そしてプレゼンターの分析によれば、この計画を主導する人たちは近い将来地球規模で壊滅的な地球物理学的なイベントが起こることを知っていて、それを固く信じているというんですね。具体的にはポールシフトのような地殻変動を伴う大災害と。待ってください。つまり彼らは天変地異を自分たちで起こすわけじゃなくて、それがいつか必ず起こることを知っていると。そういうことなんです。そしてその後の世界の支配者になるために前もって社会を大混乱に陥れて軍事管理下に置いておこうとしている。そういう解釈ですか？まさにその解釈です。情報源は彼らの目的は災害の原因になることではなく、災害後の解決策を独占することにあると分析しています。なるほど。第三次世界大戦もパンデミックも全てはその大災害が起こる前に世界、特に西側諸国を完全にコントロールしに置くための壮大な口実に過ぎないんだと。なるほど。災害そのものをコントロールするのではなく、災害後のニューワールド、つまり新世界の復興の主導権を自分たちが完全に握った状態で迎えるための準備だったというわけですね。そう考えるとこの計画の名称がアングロサクソンミッションである理由も見えてくる気がします。と言いますと、プレゼンターはこの名前は災害後の新世界を再建するのは白人、つまりアングロサクソンであるべきだという極めて人種差別的な思想を示唆しているんじゃないかと考察していて、だから計画の初期段階でまず中国を排除しようとするのもその思想の表れではないかと。そういうことなんです。よく耳にするニューワールドノーダー、新世界秩序っていう言葉の意味合いまでなんか変わって聞こえてきません？単なる比喩ではなく文字通り大災害の後の新しい世界の秩序を意味しているのかもしれないと、そういう視点も提示されていますね。本当に壮大で聞いているだけで暗い気持ちになるような計画ですけど。ですがここからが重要なんです。この情報源のプレゼンター自身はこの計画が実現するとは私は思わないとはっきりと強調しているんですよね。そうなんです。その根拠として過去に同様の計画がいくつも失敗したり未然に防がれたりしてきた事実を挙げています。例えばヘンリー・ディーコンという別の内部告発者が語った2008年に計画されていた中国との戦争は結局起こりませんでしたし、あと2007年にアメリカで B52 爆撃機が誤って核ミサイルを搭載したまま大陸を横断してしまったっていう信じがたい事件がありましたけど。ありましたね。あれも情報源によれば内部にいた兵士たちの勇気ある行動によって最悪の事態は寸前で阻止されたと言われています。最近の例で言えばメキシコインフルエンザ、いわゆる豚インフルエンザも世界を壊滅するようなパンデミックには至りませんでした。
計画は必ずしも彼らの思い通りには進まないということですね。そして最大の希望として挙げられているのが私たち自身の意識の力なんです。意識の力。ここでジョージ・フーバー提督という人物の非常に興味深い証言が紹介されてるんです。彼はあの有名なロズウェル事件で墜落した円盤に乗っていたのは地球外生命体ではなくて未来から来た人類だったと語ったそうなんです。未来の人類ですか？そしてその未来の人類は高度な機械じゃなくて意識の力を使って時空を移動していたと。つまり人類には本来現実を想像し変容させるほどの強力な意識の力が備わっている。しかし長年にわたって支配者層は私たちにその力を忘れさせるためにその事実を意図的に隠蔽してきたんだとフーバー提督は述べたといいます。プレゼンターが信じているのはまさにその点なんですね。今世界中で多くの人々がそうした真実に気づき始めて意識が目覚め拡大している。この集合的な意識の力こそが彼らの邪悪な計画を打ち破る最大の鍵になるのだと。恐怖に支配されるんじゃなくて私たち一人一人が持つ意識の可能性を信じること、それがこの情報源が最も伝えたかったメッセージなのかもしれませんね。そう思います。今回は匿名の証言者が語ったアングロサクソンミッションの全貌をその背景にある真の目的とともにあなたと詳しく見てきました。中東での紛争をきっかけにパンデミック、そして第三次世界大戦へと至る人口 50% 削減を目的としたまさに戦慄のシナリオでした。しかし同時にこの情報源は計画が必ずしも順調に進んでいるわけではないという事実や私たち自身の意識の力がそれを防ぐ鍵であるという一条の光も示してくれていましたね。そこで最後にあなたにも一つ考えてみてほしい問いがあるんです。この情報源は予言と予言は違うと述べています。予言はこのままいけばこうなるという未来の予測であるのに対し、予言とは本来もしこのままならこうなってしまう、だからそうならないように行動を変えなさいという警告なのだと。その目的はただ未来を当てることじゃなくて警告を受け取った人々が行動を変え、その結果として警告された暗い未来を外すことにあるというんですね。なるほど。もしその考え方が正しいのだとしたら、あなたが今日この計画について知ったというまさにその事実そのものがすでに未来を変えるための大きな一歩になっているのかもしれません。この情報に触れたことであなたの意識や世界の見方にこれからどんな変化が生まれるでしょうか。このとてつもない物語をあなた自身はどう解釈するのか、少し考えてみる時間を持ってみるのも良いかもしれませんね。